日産、フェアレディ 240ZG。ロングノーズでパフォーマンスを磨いた、速さの頂点。世界的に高い評価を獲得した 240Z。初代フェアレディ Z、Z30 型の中で S20 型エンジン 160PS を積んだ Z432 とともに別格の人気を誇るのが 240ZG である。240ZG は輸出仕様と同様のパワフルな 2393cc の L24 型直列6気筒エンジン 150PS、5600rpm、21.0kgm、4800rpm を積み、ロングノーズ処理によって空気抵抗を減らし、抜群の高速性能を誇ったスーパー Z だ。1971年10月に登場し、トップスピード、時速 210km を誇った日本専用モデルである。1969年に登場したフェアレディ Z は、スタイリッシュな造形と抜群のパフォーマンスで、マニアの熱い視線を釘付けにする。その人気は日本だけでなく、世界的なレベルだった。特に 240Z を投入したアメリカの人気は絶大で、1971年には自動車専門誌のワールドベストカーに選出。モータースポーツ分野でも大活躍し、1971年はモンテカルロラリーで総合5位、世界で最も過酷なラリーと言われる東アフリカサファリラリーでもポルシェを破って総合&クラス&チームの完全優勝を果たした。Z432 を上回る太いトルクが魅力に。当時、日本では排気量 2000cc 以上の車の自動車税が非常に高額だった。そのため、国内仕様のフェアレディ Z は 1998cc の L20 型直列6気筒 OHC130PS と 1989cc の S20 型直列6気筒 DOHC24 バルブ432 160PS を積む5ナンバーモデルのみで構成されていた。しかし海外から 240Z の素晴らしさを伝えるニュースが数多く伝わるようになると、日本国内でも 240Z を望む声が高まる。スポーツカーはマニアの夢を育む存在である。憧れの形成にハイパフォーマンスは必須条件だ。Z432 でなくとも、5ナンバーのフェアレディ Z は優れた高速性能を備えていたが、240Z はそれ以上だった。トップスピードは L20 型搭載車の時速 10km 増しの時速 205km、150PS、5600rpm、21.0kgm、4800rpm の出力、トルクはそれぞれ 25PS、4kgm も L20 型よりパワフルだった。特に 21.0kgm の最大トルクは Z432 の S20 型と比較しても 3kgm 上回っていた。240Z のハイパフォーマンスは、たとえ高額の自動車税を負担してでも味わうだけの価値があったのだ。日産は1971年10月に日本市場へも 240Z を投入することを決断する。しかも、日本市場向けの 240Z には、ベーシックな標準仕様、豪華装備の L 仕様に加え、輸出仕様以上にスポーツポテンシャルを磨いたモデルが用意されていた。それが 240ZG である。フェアレディ Z の持つ優れた高速性能をさらに高次元に押し上げる専用ロングノーズとリアスポイラーを持つスペシャルバージョンである。ZG のトップスピードは時速 210km。240ZG の造形はフェアレディ Z のスタイリングを担当した松尾義彦氏が制作した空力研究者がベースだった。テストコースや当時空いていた東名高速道路などで行った実走行テストで高速時のスピードの伸びと燃費が大幅に向上することを確認。市販に向けリファインしたのが 240ZG なのである。独特の存在感を醸し出す 240ZG のノーズ部は標準ボディより 190mm 長い。素材は軽量な FRP 製で、前後のホイールアーチにはワイドタイヤの装着を想定したオーバーフェンダーもビルトインしていた。実際の風洞で行ったテストで 240ZG は
標準仕様の 0.40 を大幅に上回る 0.37 の CD 値をマーク。240ZG の最高速度が時速 210km 5速 MT なのは、ロングノーズ化が空気抵抗の低減をもたらしたからだった。ちなみに、時速 210km の最高速度と 15.8 秒の 0-400m 加速データは Z432 と共通で、日本最速レベルだった。レーシングカー並みの複雑なメカニズムを持つ Z432 の S20 型ユニットは、本来の性能を発揮させるために微妙な調整を必要としたが、量産車用をチューンした 240ZG の L24 型はタフ。ほぼメンテナンスフリーで安定した性能を誇った。実質的には 240ZG の方が Z432 よりも速く国産最速の存在だったのだ。240ZG はフェアレディ Z のイメージリーダーとして君臨し、モータースポーツでも大活躍する。今度は海外から 240ZG の輸出を求める声がメーカーに届いたという。雨のレースで圧倒的な強さを発揮した 240ZG。240ZG はモータースポーツでも大活躍した。特に雨のレースでは抜群の速さを発揮する。富士スピードウェイを40周ずつ2回走る2ヒートで争われた1972年6月の富士 GC 第2戦富士グラン300マイルレースではレーシングスポーツのマクラーレン M12 やロータス T280 を抜き去り見事に総合優勝を飾った。第1ヒートでは予選本戦ともに注意に甘んじていたが、天候が悪化して、コースが水浸しになった第2ヒートで、持ち前の速さを遺憾なく発揮。トップでチェッカーフラッグを受ける。第1ヒートと第2ヒートで合計145ポイントを獲得し、総合優勝に輝いたのである。ドライバーの柳田春人は、その後も多くの優勝を重ね、フェアレディズ界の異名を取った。